おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回使用するのは新しく実装されたジョセフ・ジョースター。何でもありの勝負ってわけね。そういうのは得意だぜ。今シーズンはなんとスタンドバトルロイヤルというゲームジャンルを打ち砕き、第2部から破門戦士ジョセフが参戦。キャラタイプも新規に設けられた破門タイプで吸血鬼に対して余ダメージが上昇する。破門戦士のためスタンドオンという概念はなく、L2 ボタンを長押しすると破門の呼吸を行う。一度押すと画面にインジケーターが表示されタイミングよく L2 を離すことで破門ゲージが溜まる。破門ゲージがマックスになると破門状態となりパワーアップできる。通常攻撃はリーチの長い近距離攻撃。リーチはポルナレフとブチャラティの中間ほどで、当たり判定が大きく攻撃可能回数が多い。さらに破門状態中は攻撃力がアップし、命中した敵をノックバックさせる効果がつく。次に前方にバリアを設置する破門ヘアアタック。バリアは敵の攻撃を一定ダメージ分防ぐことが可能で、自分や仲間の攻撃はすり抜ける。敵はバリアを通り抜けることはできるが触れた場合はわずかな連続ダメージを受ける。次に体力が一定以下になると発動する逃げ足。ホルホースの同盟スキルと違い体力が半分以下になったタイミングにのみ発動する。アルティメットスキルは発動時に破門ゲージがマックスになり攻撃力、防御力、移動速度がアップするオーバードライブ。発動中はさらにジャンプ長押しで大ジャンプすることもでき着地硬直も大幅に減少する。それでは本編行ってみよう。何でもありの勝負ってわけね。そういうのは得意だぜ。今回でシーズン12という大きな節目を迎えた本ゲーム。そんな中参戦したのがまさかの第2部の主人公ジョセフ・ジョースター。何がまさかなのかというとこのゲームのジャンルはスタンドバトルロイヤルであり、第3部以降のスタンド使いたちによる戦いというのがコンセプトであった。ジョセフはそんな認識を打ち砕いての電撃参戦となる。早速目の前にプレイヤー。破門をぶん流してやる。なんだぶっ飛ばしてくれる。破門だ。クラッカーボーラーじゃねえ。真の妙味を味わえ。クラッカーブラメラ。ジョセフ参戦の衝撃は凄まじく、X ではジョセフが参戦発表のタイミングでトレンド入りを果たした。ジョジョの関連ワードがトレンド入りすることは時折確認できるものの、このゲームが起因と言えるタイミングでトレンド入りを果たしたのはおそらく史上初もしくはかなり稀。ジョセフの参戦により今後は1部と2部のキャラも参戦が期待できるようになり、一気にこのゲームの可能性が広がった。そしてジョセフを使ってみた感想としては、初の破門戦士ということもありスタンド使いとは全く違う独自の性能をしている。まず破門の呼吸を行い破門状態で戦闘に臨むことが基本中の基本。移動速度がわずかに上がるほか攻撃力が上昇し、通常攻撃にノックバックがつく。このノックバックが重要で自分よりリーチの短い相手に対しダメージを与えながら距離を空けることができる。そしてジョータロウとポルナレフのガードに当てた場合ダメージは入らないがノックバックさせることは可能。そのためエリアの広い打ちは屋外戦で多くのキャラに対して自衛力を発揮できる。そして通常攻撃も他の近距離攻撃とは違った特性を持っている。攻撃リーチはかなり長く近距離攻撃の中では4番目。そしてスタンド使いではないので当然スタンド出現時間がなく攻撃の発生が早い。さらに最大攻撃回数が10と多く、他の超リーチ攻撃と違って攻撃判定が小さいということもない。ここまでだと相当強い性能をしているがしっかり弱点もある。まず連続攻撃速度が遅く、スタンド使いと違って近くで攻撃を当てても次の攻撃がそれほど速くならない。さらに大きな問題がありジョセフの精神力の回復開始時間はなんと2秒。普通のキャラの精神力回復開始は 1.5 秒。遅いと言われているキャラでも 1.75 秒まででジョセフはそれ以上。接近戦においてはコンマ数秒が勝敗に関わるため敵の前で息切れを晒してしまうとまずいことになる。さて残りのキャラは全員ジョセフだな。終盤までにいかに体力を温存していくかが勝負だ。どこ見てんだ。どこの田舎もんだおめえ。ジョセフのアルティメットは最大3回使用可能。危なくなる前に1回目はどんどん使っていこう。ここは深追いはせず挟まれている状況さえ打開できればそれで OK。これで背後の安全は確保できたので落ち着いて迎撃できる。お見通しなんだよ。逃げるんだよ。去りやがれ。攻撃を防いで隙ができたところにカウンター。ジョセフの逃げ足が発動したら瀕死のサインだ。
向こうでやられたな。ジョセフの弱点は逃げ足で残りの体力が割れてしまうことにもある。アイテムで立て直しができる序盤中盤ならまだいいが、後半戦で体力500以下がバレるのとアルティメットを使ってもしのぐのは難しい。アルティメットが自己強化系のキャラは勝負どころまで体力を残しておくことが重要だが、ジョセフもその例に漏れない。刻むぜ波紋のビート。どこの田舎もんだおめえなんだこのスカタンは。負けんじゃねえぜバリアだぜこの野郎。クラッカーブーメラン。さて人数が減ってきたがまだ3人か。相手の消耗状況もわからないのでどこで最後のアルティメットを切っていくかが肝心だな。おっとまずいな。こっち側のエリアはだんだん狭くなって逃げ場がなくなっている。やばい。呼吸を整えろ。おっと残り全員アルティメットを使い出したな。ここはとにかく動き回って的を絞らせないよう動こう。やってやるぜクラッカーボール。打ち砕いてやるぜ。こいつは予想外の結果だぜ。俺非常に好きなのよ騙しの手品が。アルティメットで機動力を上げて飛び回り、こちらを見失った最後の一人に一気に畳みかけて勝利。終盤は地形によって先手を打たれてピンチになってしまったが、最後は逆に地形を利用することで相手の背後を取り体力差をひっくり返すことができた。それでは次の対戦行ってみよう。かかってきなさい。初日に感じたジョセフの使用感をまとめると、波紋状態の通常攻撃はリーチとノックバックにより近距離パワー型との差し合いに強く、自分より射程の長い相手に対してはバリアを使って攻撃をしのぎながら距離を詰めたり対比ができる。そしてアルティメットは3回も使える割に効果が高く非常に優秀。特にリーチが長いキャラなのに防御力アップのアルティメットがあって終盤戦も対応できるのが嬉しい。さて正面にプレイヤーのキラがいるな。俺は人一倍意地悪いのよよよ。なんだね君は。ムカつく構造。お前の次のセリフは君を始末させてもらう。打ちのめしてくれるぜ。ほよしこれでチップ大量確保だ。すぐに体勢を立て直し残りのキャラを確認していこう。このジョセフ・ジョースターが相手になってやるぜ。ちょっと待て。お前今なんつった？リーチの長さと防御技、アルティメットによる攻防機動力と様々な長所を持つジョセフだが、弱点もいくつか抱えており連続攻撃速度の遅さによる爆発力の低さ、そして精神力回復速度の遅さによる回転率の悪さがさらに爆発力を下げている。そして他の自己強化系アルティメットと違いジョセフのものは精神力の回復速度が変わらない。ここ数シーズンで追加されたアバッキオや川尻は非常に尖った強みを持つキャラであったが、ジョセフは強みが複数あるものの攻撃の回転率が悪いため決定打にかける。勝ち抜くには相手の得意分野に持ち込まれる前に勝てる状況を作れるよう策を練る必要がある。さて上の階に隠れて敵の目を逃れてきたがそろそろ移動しなくてはいけないな。残りの敵の多くは地下通路に固まっているので地上を抑えられると美味しい。しかし地上はホルホースやリゾットが陣取っているな。曲がる弾丸だ。この野郎波紋オーバードライブのビート。己だ。俺がきちっとやっつけてやる。バカな気は起こすなよ。今俺のことバカ者って言ったな。そんなバカだ。俺は頭きてんだぜ。打ち砕いてやるぜ。このポジションはアルティメットを連発してでもダッシュする価値はある。リゾットがまだ透明化で隠れている様子はないな。残りのプレイヤーは下で乱戦状態だ。こちらに登ってくる者がいないかと、残り一人になったら一気に攻められるようスタンバっておこう。生き残るためには手段は選ばんもんね。僕ちゃん。もしもーし。打ちのめしてくれるぜ。サムぜ。波紋のビート。クラッカーボレーの真の妙味を味わってからほざいてもらおう。てめえ負けんじゃねえぜ。田舎者が見せてやるぜ。おお。ぶっ壊すことシュート。なにー。中国の兵法書に孫子ってのがあってこう書かれている。勝利というのは戦う前に全てすでに決定されている。というわけでジョセフ・ジョースターでした。
波紋状態を維持しながらリーチとノックバックで有利を取っていき、3回使えるアルティメットで勝負の流れを作っていくトリックスター。ただしできることが多い分操作が忙しく、爆発力に欠けるため使用難易度は高めのキャラだ。それではご視聴ありがとうございました。